ジャパニーズポッドキャスト with 桜子。皆さんこんにちは、桜子です。ジャパニーズポッドキャスト with 桜子を聞いてくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化や行事、食べ物や私の体験など日本の日常を日本語でお送りしています。この動画にはすべて漢字に振り仮名と英語の翻訳がついているので、リスニングやシャドーイングに活用してくださいね。前回のコメントで BGM の大きさの調整についてアドバイスいただきました。そういったアドバイスとても嬉しいです。ありがとうございます。BGM の音量を小さくしてみたんですけど、どうですか？こういうやりとりで改善できるの、桜子ポッドキャストを一緒に作り上げてる感じがしていいですよね。音量が良さそうでしたらコメントで教えてくださいね。先日、子供の小学校の運動会に行ってきました。今回のテーマは日本の運動会です。日本では秋か春に運動会をするところが多いです。皆さんがお住まいのところはいかがですか？私の子供の頃も運動会は秋でした。ですが、今と大きく変わるところがあって、最近の運動会は午前中で終わるんですけど、私が子供の頃は運動会は一日行事でした。お弁当を持って校庭やグラウンドの端でピクニックみたいにお弁当を広げて家族で食べるっていう、真ん中にランチタイムを挟んでから競技をしていたっていう感じですね。それで今はどうかというと、コロナになってから接触の機会を減らそうであったりとか、親の負担や先生の負担を変えようっていうようになっていて、今は午前中だけという運動会が主流になってきています。どんな演目をするのかというと、だいたいリレーとダンスなどの踊ったりする演目の2種類です。1人当たり出番は2種類っていうような感じですね。地域にもよると思うんですけど、リレーはグラウンドの半分を1人が走る形です。1学年に3から5クラスあって、1クラスがだいたい生徒30人前後なので、1クラスを2チームに分けて8チームくらいで競うリレーです。15人に満たないチームは1人が2回走ったりと臨機応変に行っていますね。チームで競って、その順位でクラスの総合優勝を決めるっていう感じです。踊りの演目に関しては、だいたい1年生と2年生が一緒にダンス、3年生と4年生が一緒にソーラン節、5年生と6年生が一緒にカラーガードっていう感じです。カラーガードというのは、大きな旗がついた長い棒を振り回してきれいに揃えたり、風になびかせたりとか、旗を使った演目ですね。ちょっとダンスとは違うような感じですね。私が子供の時には、今話したリレーとダンスなどの演舞種目とは別に、全学年クラス縦割りリレーとかありました。クラスの縦割りというのは、1から6年生の1組で1組チーム、1から6年生の2組で2組チームみたいな感じです。各クラスで走るのが速い子を集めた1から6年生の合同チームのリレーは異学年の交流にもなります。あと、今はコロナの影響もあってやってないんですけど、組み立て体操っていうのもありましたね。組み立て体操は組体操とも言います。組み立て体操は人が連なったり重なったり乗ったりして複数人でみんなで一つのものを作り上げるっていう種目なんですね。四つん這いになった人の上にさらに人を重ねて人間ピラミッドを作っていくんですね。この組体操、何が怖いかって、最後に
披露する種目で人間ピラミッドという5段タワーを作るんです。そうすると一番上に乗る子がだいたい2メートルくらいの高さになるんですよね。で、下に乗る子っていうのは何人もの体重を5人とかで分散しながら乗せたりします。全国で行われている組体操なんですけど、転落したり下敷きになったりとか事故や怪我とかにつながってしまうこともあったんですね。安全面の配慮とコロナウイルスの感染防止っていうのもあってもうやってないです。私の思い出話なんですけど、組体操を私たちの時は全国でやっていました。私が大学生でイギリスに留学に行った時、友達とストーンヘッジに行ったんですね。ストーンヘッジに行って友達と、ストーンヘッジって石が積み重なってるのがまるでなんか組体操みたいだねって言って、みんなで組体操しようよってなったんですね。人に邪魔にならないように端っこで3人の上に2人乗るっていう小さめの人間ピラミッドをやったのを覚えてますね。本当におかしくて楽しかった思い出です大学の友達なので地元が一緒っていうわけではないんですけど、それくらい全国で組体操っていうのがもう一般的に流通していたんですよね。みんな当たり前に運動会の演目だったんです。しかし今現在ではやってない地域がほとんどです。あと中学生になると騎馬戦というものがありました。騎馬戦は3人1組で土台を作って、その上にもう1人乗って騎馬隊を作って、チームの赤白帽子を取り合って残った騎馬隊の数で勝負を決めるという競技です。赤白帽というのは赤色で裏面が白色の帽子があってリバーシブルなんですね。日本の体育の時には色でチーム分けしたり日陰としても被るのが定番なんです。赤白帽をかぶって赤チームと白チームで競います。騎馬戦は盛り上がるんですけど、取っ組み合いの帽子の取り合いみたいな感じになってしまって少し危ない競技でしたなので今はやってないところが多いかなと思います。小学校だと授業後にクラブ活動があったんですね。毎週1回学校終わりに習いたいことを学校側でやってくれるんですね。例えばサッカーやバスケ、バドミントンなどの運動クラブ、美術や吹奏楽などの文化系クラブとか、それこそさっき言ったカラーガードクラブがあって、私はカラーガードクラブでした。吹奏楽クラブがオープニングセレモニーのマーチングバンドを演奏しながらオープニングが始まって、その曲に合わせてカラーガードクラブが大きな旗を振って運動会を盛り上げます。あと吹奏楽クラブとカラーガードクラブは運動会に今まで練習した成果を披露するっていう時間がありましたね。私の小学校の時の話です。今はもう学校のクラブ、部活自体が縮小傾向になっています。学校の先生方の働き方改革っていうのもあって、もう学校でやることじゃないよねっていうような風潮になってきています。今は学校ではなくて、やりたい人は習い事など個人でお願いしますみたいな感じになっているので、そういった披露もないです。今は小学校の運動会だとリレーとダンスの演目のみですね。寂しい気もするけど、教師や学校側の準備、当日の負担も多いし、長時間やお弁当作りは親としての負担もある。運動が苦手な子は運動会自体が苦痛の子もいるかもしれないし、なかなか難しい問題ですよね。時代に合わせて運動会の形も変わってるなぁと思いました。今回のお話はここまでです。最後まで聞いてくれてありがとうございました。皆さんの運動会の思い出は何ですか？ぜひコメントで教えてください。次回の動画でお会いしましょう。またねー。